皆さんこんにちは。なんかね、今日100均に絞り袋を買いに行ったらね、可愛いしんちゃんのクリアポーチが売ってたので買ってきました。そんでこのクリアポーチを見て、このチョコビとかブリブリザーモンとかをスイーツにしたら可愛いんじゃないかなと思ったので、今日はクレヨンしんちゃんのキャラスイーツを作っていきたいと思います。マジで久しぶりのキャラスイーツです。ということで今日も張り切っていっちゃいましょう。ドゥ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 。ということで早速作っていくんだけど、先に今日作るスイーツだけ発表しちゃうね。今回はこの4種類のスイーツを作ろうかなって思ってます。風間くんとかねねちゃんとかそういうメインキャラクターたちも登場させたいなって思ったんだけど、今回はブリブリザイモンとかアクション仮面とかチョコビとかそういうしんちゃんが好きなものを中心に作ることにしました。なんかしんちゃんが好きそうな世界をスイーツで再現しちゃいたいなって思います。ということでまずは白のマカロンから作り始めてます。粉類をね加え終わったので、ここからマカロナ味をしていきます。今回はね着色がないからすごい楽だね。そのままマカロナ味していきます。着色しないのは楽なんだけど、白色のマカロンって焼き色つかないようにって火加減を調整するのが結構難しいんだよね。未だにそんなに成功率は高くない気がする。こんくらいかな。はい。よし、じゃあ絞っていきます。ちょっとこう横長になるように絞ろう。こんな感じで楕円になるように絞ってみました。全然不揃いだけどね。そしたらここに耳を絞っていきます。ちょっとなるべく細めにね。こんな感じかな。このマカロンを剥がすときに耳が割れないか心配なんだけど、結構根元が細いから割れちゃいそうだよね。よいしょ。見て、こんな感じです。めっちゃ可愛くない？この子が、この子ね。この子が、これ。いやー、本当に成功してほしい。あんまり乾燥させすぎないようにしないとね。お相手しましょう。見て。なんかさ、顔だけだとちょっと飽きてきたから、体も一緒に絞ってみました。大丈夫かなって感じ。しかもさ、下書きとかしてないからもう形がバラバラでございます。大丈夫かなって感じだけど、とりあえずこれも乾燥させようかな。見てー、全部絞り終わりました。なんか本当にフォルムが可愛いんだけど、やばくない？これ本当にうまく焼けてほしいね。これだけちょっと何かなって感じなんだけどね。そしたらこれは乾燥させます。次はクッキーを作ります。ちょっとね、白の犬小屋を作りたいなと思って。で、ついでになんかアクション仮面とか、しんちゃんとか、そこら辺のクッキーをいろいろ作りたいなって思ってます。クッキーは長持ちするし、人にプレゼントしやすいからいいよね。さっきマカロンで余った卵黄がぴったりなので、使っちゃいます。てかね、最近ちょっと仕事が忙しくなってきちゃってさ、お菓子作りはしてるんだけどさ、動画編集がなかなか間に合わなくてね、ちょっとお休みが多くなっちゃってすいませんって感じで、申し訳ない。お菓子作りは相変わらず楽しんでるので、皆さん安心してください。これはね、青色に着色していきます。結構濃いめの青にしたいな。で、ここに薄力粉を入れていく。こうやって分割しながらね、お菓子作ってどっかで分量間違えたりするのがあるあるなんですよ。気をつけなければいけないね。残りは何も着色せずに作っていきます。ちょっと久しぶりにアイシングやりたいな。さっき全然アイシングやってない気がする。見て、サランラップ可愛くない？なんかキティちゃんとコラボしてた。めちゃくちゃ可愛い。よいしょと。よし、これは冷蔵庫で1時間くらい冷やしていきます。
したら次はケーキに使うココアスポンジを作っていきます。前にしんちゃんをモチーフにしたケーキを作ったから、今回はひまわりをモチーフにしたケーキを作ろうかなとも思ったんだけど、全体の色合いとか雰囲気のバランスとかを考えてチョコビケーキにすることにしました。よいしょ。チョコビケーキだから味はもちろんチョコレートにします。よし、生地できた。型に流し込んでいきます。なんかすごいね、大地みたいな大きさだね。入れてきます。じゃーん、焼けました。めっちゃ綺麗に焼けた気がする。超ふわふわだよ、多分。ということで、これは粗熱を取っておかないとね。見てー。もうね、触っても手につかないくらいになったので、焼いていきたいと思います。もうね、フォルムが本当に可愛いの。やばくない？やっぱね、白は本当に失敗が起きやすい色なんで、ちょっと不安なんですけど、この子たちは順番に焼いていきたいと思います。うまく焼けますように。じゃーん、焼けました。ちょっと焼き色を抑えるために途中からこのアルミをかぶせてみました。まあ多少焼き色は抑えられてるんじゃないかなって思うんだけど、ちょっとピエの出方がなんか不均一というか汚いかな。どうだろう。今回は60点くらいかな。やっぱ下の段ダメだ。上の段は綺麗にできてるけど、下の段全然ダメだ。なんかやっぱ一段ずつ焼くべきなのかな。見て、こっちはね、一段で焼いてみたんだけど、すごい綺麗に焼けました。ちょっと剥がしてみます。お、ちゃんと耳も一緒に剥がれてくれる。こんな感じです。かわいいです。うわー、早く顔を描いてあげたい。絶対にかわいい。よーし、そしたら次はね、ケーキを進めていきます。よいしょ。まずこのでっかいスポンジを6等分にカットして、そこからそれぞれを六角形にしていきます。これを六角形にカットしていきます。多分厳密に言えば正六角形ではないんだけど、ぱっと見ね、大丈夫かなと思うので、これでやっていきましょう。こんな感じで六角形にね、カットをしました。ちょっと形はいびつかもしれないんだけど、まあ多分ね、大丈夫だと思う。そしたらナッペをしていくんだけど、とりあえずはいつものケーキと同じように、さっきカットしたスポンジをどんどん積んでいきます。うまくできるかな。こんなはずでは。ちょっと高さ足りないな。もう一段欲しかったな。まあ、しょうがないか。とりあえずこれで一旦冷やします。よーし、じゃあクッキーの方を進めていきます。ちょっと半分ずつ伸ばしていこう。まずは白の犬小屋からね、作っていきたいと思います。マカロンで白を作るから、犬小屋が一緒にあった方が可愛いかなって思って作ることを決意しました。よいしょ。ちょっとこれを土台にしようと思います。そんで屋根があるからこれダメか。よーし、次はね、アクション仮面を作っていきます。ちょっとアクション仮面の顔の輪郭になるようにね、楕円の型を変形してみました。これでやってみよう。もちろんこんなに縦長じゃないよ。アクション仮面の顔はね。ちょっと顔を
この上半分をカットしちゃいます。そしたら青色の生地でアクション仮面の仮面を作っていきます。これも家にある型を駆使して作っていきます。柔らかいな、めっちゃ。じゃーん、見てください。アクション仮面ができた。こんな感じどうかな。もうちょっとフォルムを丸くしてあげてもいいかもしれないね。そしたら次は星の型でね、チョコビを作っていきます。こうやってね、ラップを敷いて、その上から型を刺すことでちょっとぷっくりめにするという。かわいい。こんな感じです。なんかさ、チョコビさ、スーパーとかに売ってるやつはさ、茶色なんだけど、今回はアニメの方に合わせて黄色の星にしようと思います。やるじゃないか。とりあえずアクション仮面が5人と、このチョコビが何個だわかんないけどたくさんと、あと白の犬小屋のクッキーが型抜きできたので、これを先に焼いていきます。ちょっとアクション仮面さ、これ大丈夫かなちょっとさ、これ大変だ。これめっちゃ頑張った。とりあえず焼いていきます。じゃーん、クッキーが焼けました。2回に分けてね、焼いてきました。ね、アクション仮面めっちゃ可愛くないめっちゃ可愛くできたんだけど。キャワキャワ。青色のクッキーで余ったやつも全部星にしちゃいました。で、ノーマルのやつは少し数が減っちゃってるかなって思った方がいるかもしれないんですけど、それは私がつまみ食いをしてしまったからです。ということで、ちゃんとみんなに報告していくスタイル。このアクション仮面はもうこれで完成にしようかなと思うんだけど、他のクッキーはね、この後デコレーションして仕上げようかなって思います。かわいい。見て、アイシングクリームを準備しました。これ全色作るのめちゃくちゃ時間かかった。色をね、揃えるのが本当に大変だね。アイシングするときね。よし、ということで、こっからお絵かきタイムになります。この丸いクッキー2つは、ひまわりとしんちゃんのアイシングでデコレーションして、こっちのクッキーには白の小屋になるようにデコレーションしていきます。これからやっていくか。アイシングをするのは好きなんだけど、あんまり得意ではないんだよね。綺麗な線が描けなくてさ。結構アイシングはやってきてるつもりなんだけど、少しずつ成長してるのかな。屋根の方は木材が並べられてる感じにしたくて、こんな感じで線を描いたんだけど、塗りつぶしたら境界がほとんどわかんなくなっちゃいました。こんなはずでは。そしたら正面に白の名前を書いといてあげます。最後は犬小屋を乗せる土台の庭を作っていきます。頑張れ私。やっと半分くらいまで来ました。鬼畜すぎる。こういう作業してる時って本当に現実世界を忘れられるんだよね。無になれるというか、音楽とかも流さずに今日はなんか静かにやりたい気分。これを仕上げれば終わりです。ほい、できた。草っぽくない？いい感じです。そしたら次はひまわりのクッキーを作るんだけど、この絵をね参考にしようかなって思います。で、ちょっとさすがに一発書きだと絶対に失敗するので、フードペンで下書きしてやろうかなって思います。こうかな。インクがつかない。とりあえずこうか。さあ行くぞ。そしたら背景も塗っていきます。よし、できた。ベースが乾いたらここから黒のアイシングで仕上げをしていきます。
見て。どういい感じじゃない？結構いい感じなんじゃない？可愛すぎるんですけど。で、下の方に余白があるから、ここにひまわりって書こうかなって思います。めっちゃ可愛くできた。やばい。超可愛いんだけど。見て、ほら。ちょんっていう感じで。めっちゃ可愛くない？やばい。こんなん食べれないよ。どうしよう。で、そしたら次はこっちのしんちゃんの方を描いていきます。なぜか比較的難しいひまわりの方を先にやったから、しんちゃんはね、描きやすかったです。ただ眉毛を太く描きすぎちゃったかなって思ったんだけど、終わってみたら全然違和感なかったから、本当にしんちゃんって眉毛太いんだなって感心してました。できた、見て。可愛くない？やばい、待って、可愛すぎる。なんだこれは。見てー。しんちゃんとひまわりのアイシングクッキーができた。可愛すぎる。無理。心臓が飛び出そう。ということで、こちらの白のね、犬小屋の方も今からね、仕上げていきます。とりあえず組み立てるんだけど、コーティング用のホワイトチョコでね、接着していこうかなって思います。よーし、どうしようかな。まず犬小屋だけ組み立てようか。よいしょ。いけるかしら。これさ、屋根なんだけどさ、こうなっちゃうんだけど。ちょっとこれダサいよね。これ絶対違うよね。こうで、こうか。これでいいじゃん。そうしよう。思ったんだけど、屋根のアイシングは組み立てた後にするべきだったかもね。よし、ガッチャンコします。よいしょ。最後仕上げのアイシングをして、これは完成にします。いびつすぎるよ。たらコーティングチョコをね、少し黄色くしてきたので、チョコビを作っていきます。チョコをコーティングしてるから一応チョコビでしょ。チョコビっぽいんじゃないかい。余分なチョコはね、こうスライドさせて弾き落としてあげましょう。次は青い星型のクッキーなんだけど、これは黄色のチョコでコーティングしたらね、透けちゃいそうなので、いちごチョコレートでコーティングしていきます。見て、可愛いですよ。こんな感じでクッキーが全部できました。チョコビのチョココーティングも終わってね、アイシングも終わって、ちょっと1個マカロンをね、先にデコレーションして、こんな感じで白の犬小屋も作ってみました。なんかね、いろいろちょっと失敗したやつもあったんだけど、まあいい感じなんじゃないでしょうか。めっちゃ可愛くない？ここがやばいね。この二大巨頭って感じだ。この2つがちょっと可愛すぎる。ということで、キャラクタークッキーはこんな感じで完成にしたいと思います。イエーイ！そしたら次行きましょう。よーし、そしたら次はね、このマカロンのデコレーションをしていきます。まずは白の顔をね、描いていきます。どうかな？へへ、かわいいじゃん。今回もそれっぽくいろんな表情の顔を描いていきます。どういう表情？これどういう表情ですか？かわいい。よし、この全身のやつはまず首輪からね。かわいい。見て見て。どうかわいい。こんな感じで全部顔が描けたので、今から仕上げにね、ガナッシュを絞っていきます。
こんな感じで白のマカロンが完成しました。イエーイ。なんかさ、本当に一番くらいに顔が描きやすい。パンチウサギを作った時とは比べのものにならないくらいね、描きやすかったです。ということで、次行きましょう。そしたら次はおまんじゅうを作っていきます。ブリブリ左衛門だから豚まんにしてあげたい気持ちもあったんだけど、やっぱりスイーツがいいからあんまんで作ることにしました。で、混ぜていきます。で、ちょっと肌色にしたいから色をね、少しずつ加えていきます。ある程度まとまったら手でこねていきます。全然色が混ざりきらない。水を色つけて着色すべきだったかな。色を均一にするのめっちゃ大変。よいしょ。こんな感じで肌色になりました。わかるかな。よいしょ。そしたらここに入れて置いとこうと思います。よいしょ。ちょっとだけ発酵させます。よし、ちょっとね、黒い生地をね、避けておきました。ここから分割していくんだけど、ちょっとスケッパーが見当たらないので、手でやっていきます。こんくらいで良さそうな気がする。丸めていきます。なんか肌色大丈夫かなと思ったけど、いい感じの色になってる気がする。なんか私結構ね、その時はなんか満足いかなくても、後から見ると、あれ全然いいじゃんって思うことがね、よくあるんだよね。あるあるです。多分その時って理想が高いんだろうな。ほい、こんな感じでどんどん丸めていきます。かわいい。もうすでにかわいい。はい、こんな感じでできましたと。じゃあ置いておきましょう。よいしょ。では置いておきます。よーし、そしたらやっていきますか。気持ちいい。なんかすごいこの生地使いやすいな。あんこを包む。すごい扱いやすい生地なんだけど。これで OK かな。ちょっと形を整えて横長にしておきます。お相手しましょう。本当は普通のこしあんにしたかったんだけど、珍しいパターンで白あんしか家になかったから、今回は白あんを包むことにしました。ほい、いい感じ。あんまんを作るのは今回が初めてで、今までは豚まんとかカレーまんとか比較的具材が柔らかいもので作ってたから、やっぱめちゃくちゃ作りやすいです。あんまんは作りやすいかもしれないね。はい、よし、こんな感じでね、とりあえずベースができたので、こっから鼻と目と耳をねつけていきます。ストローで穴を開けるのはどうかな。で、これをこうやって乗せる。そして意外と目がちっちゃいんですよ、この子は。何がでかいかというと、眉毛がでかいんですよ。皆さんご存知の通り。ブリブリ左衛門はね、サイの目の大きさが違うのです。ごめんなさい。よし、できた。こんな感じです。かわいいんですけど。よいしょ。かわいすぎる。やばい。ブヒブヒ。かわいすぎる。ブリブリ左衛門全部できました。かわいすぎる。何これ、かわいすぎない？やばくない？ということで、発酵し終わったので、この蒸し器の中に入れていきます。よいしょ。ちょっとごめんね。もう2個ずつやるか。いきます。これね、この蒸し器用の蓋をね、買ったの。これで安全に蒸せます。
よいしょ。そう思ったんだけど、これクッキングシート引いちゃダメじゃない？空気通んないじゃん。かぶせてで OK だと思います。ということでこれで20分くらい置いておきます。本当にうまく焼けますように。ドキドキ。皆さん焼けました。ということで開けます。ドキドキだよー。せーの、はい。かわいい、見てー。じゃーん、できたー。白あんまんじゅうです。ちょっと1個さ割ってみようか、せっかくだしね。わー、やばーい超美味しそうなんだけど、ちょっと食べてみます。ちょっと一口いただきます。やっぱ焼きたてが一番美味しいからね。待って、美味しい。うますぎるんだけど、あったかいあんこ美味しすぎる。マジじゃーん。かわいい。証券みたいな反応しちゃったけど、かわいすぎる。じゃーん。ということで1個食べちゃったんだけど、ブリブリザイモンの白あんまんが完成しました。イエーイ。てかこれ売れそうじゃない？これ結構大成功な気がする。ブリブリザイモンなのに豚まんにしてあげなくて本当にごめんなさいって感じなんだけど、次最後ケーキの方仕上げていきましょう。そしたら最後はチョコビケーキを仕上げていくんだけど、まずは表面に塗る緑色のバタークリームを作っていきます。今バターがすごい高いから普段はあんまりバタークリームを使わないんだけど、今回は気分でバタークリームにしてみました。ちょっと思ってた色にならないけどいっか、これで。どうしよう、最悪。そしたらさっきチョコクリームでナッペをしたケーキにさらに上からこのバタークリームで仕上げのナッペをしていきます。やっぱり回転台を使ってやることにした。難しい六角形。こんな感じでできました。六角形難しい。ちょっともうちょっとやっぱ高さ欲しかったよね。あと1段くらい。しくったなー。ねえ待って、私チョコビのこのキャラクターめっちゃ頑張って描いたのにさ、動画撮れてなかったんだけど、どういうこと？本当に最悪ということで今から色をつけていきます。ここからはチョコビになるようにチョコレートで飾りのパーツをどんどん作っていきます。よし、ちょっとこれで冷やしてくる。じゃあこのチョコビのキャラクター冷やしてきたのでね、剥がしていきます。どう待って、可愛すぎるんだけど、何これってことでここにくっつけていきます。じゃあ星型のねチョコレートも作っておいたので、これを貼り付けていきます。つけてこう。可愛すぎるんですけど、最後はチョコビの文字を貼り付けていきます。こう。じゃーん、見て、チョコビケーキの完成です。イエーイ。可愛すぎるんだけど、なんかちょっと高さ足りないかなと思ったんだけど、これはこれでケーキっぽくて可愛いかなって思います。このチョコビのキャラクターが可愛い。見てー、全部のスイーツが完成しました。イエーイやばい、可愛すぎるんだけど、ちょっと今回大成功な気がする。色合いとかさ、なんか一つ一つのスイーツのクオリティとか全部含めてね。チョコのスポンジとかクリーム系が余ったので、こんな感じでカップケーキにしてみました。てかさ、私的にはさ、この豚まんじゃねえや。このさ、ブリブリザイモンのさ、白あんまんが本当に可愛い。これ超綺麗じゃない？本当にびっくり。最近キャラクタースイーツのモチベが高いので、バンバン作っていこうかなって思います。じゃあいつも通りね、画面外に散らかってるものを片付けて、今日は終わりにしようかなって思います。ということで、また後でね。バイバーイ。作った
たお菓子は次の日に食べたんだけど、どれもねすごく美味しかったです。私はクレヨンしんちゃんの世界観がめちゃくちゃ好きなので、こうやってスイーツで再現できてね本当に楽しかったです。次はひろしとかねねちゃんとか風間くんとか、そこら辺のキャラクターたちも作ってあげたいね。とりあえず今ねめちゃくちゃキャラスイーツのモチベが高いから、もしねこれ作ってほしいですとかあったらぜひぜひコメントしてください。さてさて次はどんなスイーツを作ろうかなということで、今日の動画はここら辺で。最後まで動画見てくれてありがとう。じゃあまたね、バイバイ。